回作るのは星の模様編みが可愛いフラップポーチです。通帳がぴったり入るサイズ感です。メイクポーチにもぴったりです。使用するのはこちらの糸になります。スキーケイトさんのちょっと太めのコットンという糸になります。メインカラーを1玉と差し色を少しだけ使います。毛糸の情報はこちらになります。レース編みの部分はケイトピーロさんのシャンベルを使いました。これはこの前ラップスカートを編んだ時に残っていた糸があったので使っていますが、これでなくても30番ぐらいのレース糸でやっても大丈夫です。縫い付けタイプのマグネットホックとメタルタグをワンポイントに使用していきます。作り目は24プラス2、合計鎖編み26目編みます。サイズを変更する場合は3の倍数プラス2の目数になるように鎖編みを編みます。鎖編み26目編んできました。では1段目は楕円の形に編んでいきますね。まず立ち上がりの鎖1です。針にかかっているところから1、2番目の鎖に細編みを2目編み入れます。ここには戻ってきてもう1目編んで合計3目にします。まずは細編み2目でスタートします。最初の細編みにマーカーを入れておきます。次は直線部分ですね。細編み24目です。この鎖の向こう側1本をすくって細編みを編みます。次も同じように鎖の向こう1本をすくって細編みです。細編み24目編み進めます。細編み24目編みました。こちらに鎖が1つ残っていますので、ここには細編みを3目編み入れます。次からは直線部分ですね。細編み24目編みます。こちらの鎖の向こう側1本、これをすくって細編みをしていきます。端まで編み進めます。こちら側も直線部分、細編み24目編みました。最後は最初に細編み2目編んだ同じところに細編みを1目編みます。最後の細編みにもマーカーを入れておきます。最初の細編みに引き抜いてつなげます。1段目が編めました。次の段は1段目の54目と同じ目数のまま、普通の細編みと足の長い細編みを交互に編んでいきます。まずは鎖1目で立ち上がって普通の細編みを編みます。マーカーを入れておきます。次はこの細編みを編みくるむように足の下のところに針を入れて糸を長めに引き出して細編みです。これが足の長い細編みになります。次は普通の細編みです。頭のところに針を入れて細編みを編みます。次はこの細編みを編みくるむようにこの足の下のところに針を入れて糸を長めに引き出して細編みを編みます。次は普通の細編みです。頭のところに針を入れて細編みです。次はこの細編みを編みくるむように足の下のところに針を入れて糸を長めに引き出して細編みです。ではこれを繰り返し編んでいきますね。そして編むときになるべく遮光しないように編みたいので、
針を引き抜くときに真上に引き抜くように意識してやると遮光しづらくなります。では繰り返して編み進めていきます。直線部分編み終えました。このコーナーのところですね。ここは普通の細編み、足の長い細編み、普通の細編みと編みます。次の直線部分は足の長い細編みからですね。普通の細編み。では繰り返して向こう側まで編んでいきます。直線部分編んできました。最後一目残っていますね。これは足の長い細編みを編みますね。足の長い細編みを編みます。そして最初の細編みに引き抜きます。この最後の足の長い細編みのところにもマーカーを入れておきます。2段目が編めました。3段目も54目のまま足の長い細編みと普通の細編みを交互に編みます。下の段とは互い違いになるように編みます。まず鎖1目で立ち上がって、下の段は普通の細編みを編みましたので、ここはこの足の下のところに針を入れて、足の長い細編みを編みます。マーカーを入れておきますね。次は足の長い細編みが編んでありますので、普通の細編みを編みます。次は普通の細編みですから、足の長い細編みを編みます。ではこれを繰り返して一周編んでしまいます。一周編んできて最後の目のところですね。ここは下が足の長い細編みなので、普通の細編みを編みます。最初の目に引き抜きますが、次は差し色に変えていきますので、ここで糸を持ち替えますね。一旦糸をカットします。では差し色の糸を持って最初の目に引き抜き編みをします。緩んでいる糸は引っ張って引き締めておきます。4段目は差し色で54目普通の細編みを編んでいきます。鎖1目で立ち上がって根元に細編みですね。マーカーを入れておきます。ではここから細編み54目編んでいきます。1周54目編んできたので、最初のマーカーの入っている目に引き抜いてつなげます。では次から星の模様編みの下半分を編んでいきます。まずは鎖1目で立ち上がって根元、細編みの頭の鎖の向こう側半目、ここに針を入れて糸を引き出します。これは筋編みをしていきますね。こちら側にラインが1本出る形にしていきます。まずは糸を1回引き出します。隣も同じように糸を引き出します。2回目ですね。3回目、4回目。これで一度に引き抜いて細編み4目一度です。鎖編み2目編みます。次はこの最後の細編みの足が入っているところ、同じところから始めます。1回、2回、3回、4回です。一度に引き抜いて鎖編み2目です。
もう一度やってみます。一番最後の足が入っている同じところから始めます。1回、2回、3回、4回です。一度に引き抜いて鎖編み2目です。細編み4目一度、鎖2目を繰り返していく形になります。これ細編み4目一度ですけれども、模様としてはこの最初と最後が同じ目に入っていますので、3目1模様の計算になります。では1周繰り返し編み進めていきます。1周編んできて編み終わりのところをやってみます。最後の足が入っているところから始めますね。1回、2回、3回。ここは引き抜いたところなので飛ばして、一番最初に足を入れたこの目です。ここに針を入れて糸を引き出してつなげますね。一度に引き抜いて鎖2目編みます。これで模様がつながりました。では最初の細編み4目一度下頭、ここに針を入れて引き抜きます。星の模様編みの下半分が編めました。では次の段です。まずこの4目一度押して次の鎖ですね。まとめたところ、ここに引き抜いて移動します。ここからスタートしていきます。中長編みの立ち上がり本来鎖2目ですが、ここは鎖1目で立ち上がってカウントしないというやり方でやっていきます。まずは鎖1目で立ち上がって向きを変えます。このまとめたところに中長編みを3回編みます。最初の中長編みにマーカーを入れておきます。では次も細編み4目をまとめたところです。頭はこちらになりますので、このまとめたところ、ここに中長編みを3回編みます。次も細編み4目一度の頭ではなくてまとめたところ、ここに中長編みを3回です。ではこれを繰り返し編み進めていきます。1周編んできました。全部で54目編みました。では最初の中長編みに引き抜くんですが、こちらからやると糸端が表側に出てしまうので、こっちが表ですね。出てしまうので、糸をこちら側に倒して表側から針を入れて、こんな風に引き抜きます。そうすると糸端が裏側に来ます。ではここでまた一旦糸をカットします。では編み地をひっくり返して表にします。ここから白の糸に付け替えて、これが立ち上がりの鎖1目になりますね。糸端を引っ張って緩んでいるところを引き締めます。では根元から細編み全部で54目編みますが、この時にこちら側にラインを残したいので、この後ろ側のループですね。裏側のループに針を入れて細編みをします。次も普通はここに入れますけれども、後ろ側のループ、ここに針を入れて細編みをします。ではこれを繰り返して54目編み進めます。1周編んできました。細編み54目ありますね。では最初の細編みに引き抜きます。
そしてこの後は普通の細編みと足の長い細編みを交互に、そして互い違いに編みながら18段まで編み進めていきます。白の部分18段編んだところです。袋の深さが約10センチです。次はフラップの部分です。半円の形に編んでいきます。まずは指に2回糸を巻いて、糸を引き出します。鎖1目で立ち上がって、輪の中に細編みを3目編み入れます。3目編んだら輪を引き締めて糸端を引っ張ります。次の段から3目ずつ増やして編んでいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。この目に細編みを2目編み入れます。次も細編みを2目編み入れます。次の目も細編みを2目編み入れます。細編みが6目になりました。続けて3段目をやっていきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。細編みを1目編みます。次の目は増し目です。細編みを2目編み入れます。次の目は細編み1目です。次の目は増し目をします。次の目は細編み1目です。次の目は増し目をします。この段は細編み9目編みました。この後は目の増やし方を表にしておきますので、そちらを見て編み進めてください。8段まで編みました。目数は24目になっています。では9段目は差し色に糸を変えていきます。まず針を1回この位置に戻して糸を付け替えます。ではここから9段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。9段目が編めました。27目になっているはずです。ここから星の模様編みを模様を増やしながら半円の形に合うように編んでいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。この根元の細編みの頭の鎖の半目、向こう側1本ですね。ここに細編みを1目編みます。こちら側にラインを出していきたいので、この編み方をしていきますね。続けて同じところから糸を引き出します。隣も半目をすくって糸を引き出します。3回目、4回目、これを一度に引き抜いて鎖2目です。次は最後の目が入っている同じところから糸を引き出して2回目、3回目、ここは細編み3目一度にします。鎖2目、次も同じように1回、2回、3回一度に引き抜いて細編み3目一度です。鎖編み2目、最初だけ細編み4目一度、3目一度、3目一度、これで模様を増やしていきます。細編み1編んでから433、433、433、4まで来て最後のところです。ここは3ですね。
一度に引き抜いて鎖編み2目、最後にもう一つ細編みを同じところに編んで終わります。ここから星の模様編みの上半分を編んでいきます。まずは鎖1目で立ち上がって向きを変えます。この立ち上がりの鎖は1目とはカウントしません。では根元に中長編みを1目編みます。中長編みの頭が後から分かりにくくなるので、ここにマーカーを入れておきます。これが1目目の中長編みの頭です。では次ですね。ここ細編みを3目一度してまとめたところです。ここに中長編みを3目編みます。次もここは細編み4目一度したところですね。まとめたところに中長編みを3目編みます。一つの模様に中長編みを3目ずつ編み入れて編み進めていきます。端まで編んできました。最後のところをやってみます。最後はこの細編みのところに中長編みを編みますが、一目だけだと半円として見たときにちょっと足らない感じですよね。ですのでもう一目編み入れます。ここは最後は中長編みを2目編みました。鎖1目編んで落ち着かせて糸をカットします。最後の中長編みですね。ここにもマーカーを入れておきます。全部で中長編みが36目編めました。本体とフラップ部分を合わせるとこのぐらいのサイズ感です。この後レース編みもしますのでもう少し大きくなりますね。サイズを変更して編んだ方はこの半円の段数も変わってきますし、星の模様編みの数も変わってきます。半円のバランスを見て数を決めてください。ではここで糸始末しておきます。すべて裏側に糸を隠しておきます。ではここからレース編みをしていきます。編み地は裏を向いています。こっちが表ですね。こっちが裏です。中長編みが36目ありますので、ここからレース編み、細編みで75目拾っていきます。今マーカーがついている最初と最後と真ん中、ここで細編み3目で拾って、残りは細編み2目で拾うことにします。サイズを変更して編んでいる方は、8の倍数プラス3の目数になるように細編みで拾ってください。では最初の目。ここは細編み3目で拾います。ここも表側にラインが1本出るように、半目の手前の半目ですね。手前の1本をすくって細編みをしていきます。糸をつけますね。鎖1目で立ち上がって細編みを3目編みます。次の目も手前の1本、ここを拾って、ここは細編み2目ですね。ずっと細編み2目で拾って、マーカーのところだけ細編み3目で拾って、最後まで編んでしまいます。細編み75目拾いました。では鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元から細編みを3目編みます。次は2目飛ばして3つ目に長編みを7目編みます。
2目飛ばして3つ目から細編みを3目編みます。2目飛ばして3つ目に長編みを7目です。2目飛ばして3つ目に細編み、細編み、細編み。ではこれを繰り返して端まで編んでいきます。編み終わりのところですね。長編み7目編んで2目飛ばして残りちょうど3目になっているはずです。細編みを3目編みます。では次の段です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元に細編みをします。次の目にも細編みをします。1目飛ばして最初の長編みですね。ここに細編みをします。鎖編み3目。長編みを1つ飛ばして次の目に細編み。鎖編み3目。1目飛ばして次の目に細編み。鎖編み3目。1目飛ばして最後の長編みに細編みです。細編みが3目ありますので、真ん中の細編みに細編みをします。ではこれを繰り返して編み進めていきます。編み終わりのところですね。細編み3目残っていますので、1目飛ばして次の細編みと最後の細編みに細編みをします。最終段になります。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元に細編みです。次の目にも細編みをします。鎖3目を側にすくって細編みを5目編みます。次の鎖3目を側にすくって細編みを5目編みます。次の鎖3目を側にすくって細編みを5目編みます。真ん中の細編みですね。ここに細編みをします。次も鎖3目のところは細編み5目で拾って、間の細編みには細編みをするという形で最後まで編んでしまいます。編み終わりのところは細編みを2目編んで終わっています。では糸始末をします。フラップ部分ができました。ではフラップの部分を本体に縫い付けていきます。同じ糸を使いますね。糸の長さはだいたいこの幅の3倍ぐらいあればいいと思います。この立ち上がりが見えるところ、これを裏側にしますね。フラップをこのように置きます。では本体とフラップを待ち針で仮止めしていきます。本体は1周54目ありますので、半分で27目ですね。そうすると端から数えて14番目の目とフラップの中心をまず仮止めします。中心を決めたら端ともう1箇所ぐらい仮止めをしておきます。こんな感じで仮止めをします。表向きにしてみて歪んでいないかバランスを見てください。OK であれば縫っていきます。
まず裏側に糸を絡めていきます。では、マグネットホックを縫い付ける前にメタルタグを差し込んでおきます。これはアレンジバージョンで A4 サイズに作ったものです。私はこんな風に参考資料を入れたり、あとは iPad 一緒に入れて持ち歩くように使っています。